今日はフライドチキンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、フライドチキンを作っていきたいと思います。もうすぐね、クリスマスということで、クリスマスにぴったりなね、フライドチキンなんですけれども、衣がザクザクで美味しいフライドチキンレシピをご紹介していきます。去年はね、私のチャンネルで2種類、鶏もも肉、鶏胸肉のフライドチキンをご紹介したんですが、今回はですね、手軽に買える手羽元を使って作っていきたいと思います。材料は手軽で、作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。鶏の手羽元、牛乳、お砂糖、薄力粉、片栗粉、おろしにんにく、おろし生姜、塩コショウ、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。まずですね、鶏の手羽元なんですが、今回6本使用していきます。大きさによってもね、変わってくると思いますので、だいたい6本から8本ぐらいをね、目安にしていただくといいかなと思います。そして今回のポイントは牛乳とお砂糖です。手羽元を牛乳で漬け込んでいくんですけれども、そうすることによってお肉の臭みを取ることができます。さらに食感も柔らかくなります。お砂糖に関しましては、こちらは保水効果があるので、とても柔らかい仕上がりにすることができます。さらにですね、砂糖のコクも加わって美味しい仕上がりになります。あとはね、とてもシンプルな材料だけで作っていきたいと思います。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずお肉の下準備をしていきます。このお肉のですね、骨の横に切れ込みを入れていきます。こうやって見ていただくと分厚くなっている部分が皮目の部分になります。こちらをまず下にしてください。あとはですね、真ん中に骨があると思うんですが、この骨の両脇に切れ込みを入れていきます。そうすることで火の通りが良くなります。あとはね、このように切れ込みを入れていただくととても食べやすい仕上がりになります。ではね、こうやって指で触っていただいて、骨が見つかったらその横ですね、これをキッチンバサミで切れ込みを入れましょう。だいたい2センチぐらい入れていただければいいかな。で、めくった時に少し骨が出るぐらいですね、だいたい2センチぐらいを目安に切れ込みを入れてみてください。そして反対側ですね、こちらも同じようにだいたい2センチぐらい切れ込みを入れてください。そして切れ込みを入れる部分なんですが、ちょっと肉厚になってる方に切れ込みを入れてください。そうすることでね、この部分にもきちんと火が通ってくれます。こんな感じです。このように切れ込みを入れてみてください。この時にちょっとね、こういう余分な皮があった場合はこちらをね、切り落としちゃっていただいて OK です。それではね、残りも同じように切れ込みを入れていきます。分厚い部分に対して切れ込みを入れましょう。こんな感じ。はい、このように切れ込みを入れてください。そうしましたら、こちらジップ袋などを用意してください。ポリ袋でも OK です。ここにまずお肉を入れます。はい、そしてお肉を入れたら、まずはじめにお砂糖を加えて、そして全体にしっかり揉み込んでください。砂糖は一番最初に揉み込まないとお肉の中に入っていかないので、必ず一番はじめに揉み込んでください。はい、だいたい30秒ぐらい揉み込んで、表面がねテカテカすれば OK です。そしたらここに塩コショウ、そしてこちら牛乳、そしておろしにんにくと、あとはおろし生姜を加えます。これで一度しっかり全体を揉み込んでください。しっかり揉み込んだら空気を抜いて口を閉じてください。そうしましたら、こちらをこのまま1時間漬け込みます。作る環境の気温が高い場合は冷蔵庫の中に入れてください。涼しい場所でしたらですね、そのままの状態で漬け込んでください。冷蔵庫で漬けてね、お肉が完全に冷えてしまうと火の通りが悪くなってしまいます。なので冷蔵庫で漬ける場合は、取り出した後ね、15分から30分ほどね、室温に置いといてください。それでは漬け込んでいきます。それでは衣の準備をしていきます。まずボウルの中に薄力粉と片栗粉、そして塩コショウを振ってください。こちら適量です。そしてこちらをよく混ぜます。衣はですね、ここまで準備しておきましょう。
はい、今ねちょうど1時間漬け込みました。今回ね室温で私は置いてます。先ほども言いましたが、冷蔵庫の中で漬け込んだ場合は15分から30分ほどですね、お肉が常温の状態に近づくくらいまで一度置いといてください。そうしましたら、こちらざるとあとはボウルを用意してください。ここにですね漬け汁ごとお肉を出します。そしてお肉はですね、このまま一度漬け汁を切ってください。そしたらですね、こちら余った漬け汁ですね、ここにですね衣をまず大さじ1加えてください。これでよく混ぜます。これでねまだちょっとシャバシャバしてるので、もう1杯ですね、大さじ1杯加えてください。そしてよく混ぜます。少しねもったりするぐらいまで先ほど作った衣を入れてください。はい、このぐらいで OK です。鶏肉にね絡まるぐらいですね、とろみがつくまでね混ぜてみてください。だいたい大さじ2杯から3杯ぐらいを目安にしていただくといいかなと思います。そしたらですね、ここに水気を切ったお肉を戻し入れます。そしてお肉全体に絡めてください。はい、 OK です。そしたらですね、先ほど作っておいた衣を表面につけていきます。このままつけてください。結構ねしっかりめにつけちゃって OK です。こんな感じです。このようにつけていきます。ではね、残りも同じように衣をつけていきましょう。はい、 OK です。このように衣をしっかりめにつけてください。そしたらですね、一度このまま3分ほど置いて衣をなじませてください。そうすることで衣が剥がれにくくなります。はい、このように粉がねお肉に馴染んできたので揚げていきます。そしたらですね、フライパンの底からだいたい 1.5 から2センチほどの油を注ぎ入れてください。ちょっとね多めの油で揚げていくので、小さめのフライパンまたは小鍋で揚げていただくといいかなと思います。そしたら火にかけてください。火加減中火です。このまま一度170度ぐらいまで油を温めます。はい、それでは適温になったので揚げていきます。目安としては菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクとこのように細かい泡が出るぐらいです。このぐらいになったら揚げていきましょう。それではやけどしないようにねお肉を入れていきます。お肉を入れたらですね、だいたい1分間から2分ぐらいはねこのままの状態で揚げてください。この時に転がしてしまったりすると衣が剥がれやすくなるので注意してください。はい、今ね2分ほど経ちました。そしたら一度裏返してください。そしてまたこのまま揚げていきます。はい、またね2分ほど経ちました。そしたらまた裏返してください。このようにねちょっと空気に触れさせながら揚げてみてください。転がしすぎるとね余分な油が出てねちょっとこういうカスが出やすくなります。なので上下に裏返しながら揚げてみてください。トータルだいたい7分から8分ほどを目安に揚げてみてください。はい、今ね8分ほど揚げました。このように衣がカリカリになっていい感じの揚げ色がついたものから取り出します。お肉の大きさに大小があると思いますので揚げ時間は調整してみてください。このように美味しそうに揚がりました。それではね残りも同じように揚げていきます。はい、美味しそうに揚がりました。衣はねとてもザクザクに仕上がってます。それではこのまま3分ほど油を切ってください。はい、これでフライドチキンの完成です。こんな感じに仕上がりました。今回はクリスマスが近いということで、ここにねクリスマスリボンを飾り付けてます。こうしていただくとねよりクリスマス感が出て可愛く仕上がります。ぜひねこちらもやってみてください。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手で失礼します。いただきます。衣がザックザクですごく美味しいです。そしてお肉もとても柔らかい仕上がりになってます。
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフライドチキンのポイントです。まず今回はですね、鶏の手羽元を使ってフライドチキンを作りました。こちらはもも肉、あとは鶏胸肉で代用していただいても OK です。この2つを使う場合はですね、少し大きめに切っていただくと見栄えも良くなると思います。そして手羽元を使う時は皮目を下にして骨の両端に切れ込みを入れてください。そうすることで中までね、しっかり火を通すことができます。あとは切れ込みを入れていただくことで食べやすくなります。そしてその後ですね、お肉の下準備が終わったらまずはじめにお砂糖を揉み込んでください。砂糖を揉み込んでいただくことでお肉が柔らかくなって、さらに砂糖のコクも加わって味わい深い仕上がりになります。そしてその後牛乳で漬け込んでいくんですけれども、牛乳で漬け込んでいただくことでこちらもお肉が柔らかくなって、さらにね、お肉の臭みを取ることができます。今回ね、1時間漬け込んでるんですけれども、長くてね、一晩ほど漬け込んでいただいても OK です。そしてその後衣をつけるんですけれども、まずはじめに漬け汁を切って、その漬け汁に作っておいた衣を少し加えてください。そしてとろみがついたらお肉を戻し入れて全体に絡めて、それから衣をまぶすようにしてください。そしてこの手羽元なんですが、漬け込む時は冷蔵庫でも大丈夫なんですけれども、冷蔵庫でキンキンに冷やしてしまうと揚げ時間がちょっと長くなってしまいますので、冷蔵庫で漬け込んだ場合は衣をつける前に室温で15分から30分ほど置いていただくといいかなと思います。そして揚げる時のポイントです。フライドチキンを揚げる時はですね、あんまり動かしすぎるとお肉から結構カスが出てきたりしますので、あんまり動かさないように揚げるようにしてください。そうすることでね、衣も剥がれにくくなります。なのでだいたいね、2分おきに裏返していただくといいかなと思います。揚げ時間に関しましてはお肉の大きさによって変わってくると思いますが、だいたい7分から8分ほどを目安に揚げてみてください。もし生焼けが心配な場合は大きめのお肉を1本取り出して中をね、チェックしていただくといいかなと思います。あとはですね、油を切って召し上がってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフライドチキンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。